ニコン Z5-2 で徹底比較 35mmF1.8S vs28mmF2.8。 はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。1月にニッコール Z50mmF1.8S と Z40mmF2 を比較検証したところ、スナップで多く使われる 35mm と 28mm を比較してほしいというコメントをいただきました。そこで今回は Z5-2 に S ラインのニッコール Z35mmF1.8S とニッコール Z28mmF2.8 をつけてレンズ性能を比較します。またリクエストのあった F8 から F16 でのパンフォーカス性能もテストします。それでは Let's get started! ながチャンネル。 1AF スピード。手前と奥のカップに交互にピントを合わせます。 28mmF2.8 です。マルチフォーカスのステッピングモーターを採用しています。スムーズにピント合わせができています。 AF の駆動音は静かですが、低めの音がほんの少しだけします。フォーカスブリージングは少しだけあります。 35mmF1.8 です。同じくマルチフォーカスのステッピングモーターを採用しています。スムーズにピント合わせができています。 AF の駆動音は同じように静かで、 35mm の方は高めの音が少しだけします。フォーカスブリージングも 28mm と同じくらいで少しだけあります。2、AF 性能。京王線で近づいてくる電車と遠ざかっていく電車を連写してピントが追従しているか調べます。3D トラッキングで被写体認識を乗り物に設定します。拡張高速連写の秒間14コマで撮影します。レンズは 28mmF2.8、シャッタースピードは2000分の1秒、絞りは F2.8、ISO はオートです。撮影された写真のピントをチェックしてみましょう。近づいてくる電車。15コマすべてにピントが来ています。遠ざかっていく電車。7コマ目、ピントがずれています。
8コマ目。AF ポイントは電車を認識していますが、実際のピントはかなり手前に移動しています。9コマ目。ピントは手前、電車は奥に進み、ピントのズレが大きくなっています。10コマ目。AF ポイントが電車の背面全体を認識しました。ピント面が電車の方に動いていますが追いついていません。11コマ目。電車の背面にピントが合いました。15コマのうち4コマピントを外しました。レンズは 35mmF1.8、シャッタースピードは2000分の1秒、絞りは F2.8、ISO はオートです。近づいてくる電車。15コマすべてにピントが来ています。遠ざかっていく電車。10コマ目。AF ポイントは電車の背面を認識していますが、実際のピントは架線柱に行ってしまいピンボケです。11コマ目。電車の背面に合掌しピントが合いました。15コマのうち1コマだけピントを外しました。ピントを外した時の戻りは 35mm の方が早かったです。解像感を比較します。左が 28mm、右が 35mm です。同じ F2.8 ですが、35mm の方は開放から少し絞っているので、解像感が高いです。長チャンネル。3、画質。中央と周辺にチェックシートを貼って撮影しました。28mm の絞り開放 F2.8 です。中央部はよく改造しています。周辺は光量が落ちていて、解像感も低下しています。
一段絞って 28mm の F4 です。中央部はよく改造しています。周辺部の光量が上がり、改造感は増していますが、くっきりではありません。35mm の絞り開放 F1.8 です。中央部はよく改造しています。周辺は少しだけ光量が落ちていて、改造感も少しだけ低下しています。少し絞って 35mm の F2.8 です。中央部はよく改造しています。周辺部の光量が上がり、きちんと改造しています。さらに一段絞って 35mm の F4 です。中央部はよく改造しています。周辺部もよく改造しています。絞り開放で撮った写真で比較してみます。左が 28mmF2.8、右が 35mmF1.8 です。中央部の改造感は 35mm の方がくっきりしています。周辺部も 28mm と 35mm を比べると 35mm の方が改造しています。28mm も 35mm も F4 まで絞って比較します。左が 28mmF4、右が 35mmF4 です。中央部はほぼ同じでよく改造しています。周辺部は 35mm の方がよく改造しています。S ラインの 35mm の方が改造感は高いようです。4. 玉ボケ 28mm の絞り開放 F2.8 です。周辺部のボケが欠けています。中央部は中身まで綺麗ですが、ほんの少し角があります。一段絞って F4 です。周辺部は放射状に伸びて角張っています。中心部も角ができていますが、中身は綺麗です。35mm の絞り開放 F1.8 です。周辺部はボケがレモン型になっています。中心部は形も中身も綺麗です。少し絞って F2.8 です。周辺部のボケは角ができて一部欠けています。中央部は丸いですが角張っています。一段絞って F4 です。中心部も周辺部も丸ボケになっていますが、角張っています。35mm F1.8 の玉ボケが一番綺麗だと思いました。
パンフォーカス。どんなテストをすればいいか迷いました。いつもの京王線の線路脇で5メートル先の標識にピントを合わせ、下線柱や背景のピントの具合を調べました。左が 28mmF8、右が 35mmF8 です。28mm はすでにパンフォーカスになっていますが、35mm の後方被写界深度が 240m なので、背景はややボケています。左が 28mmF11、右が 35mmF11 です。28mm も 35mm も計算上はパンフォーカスになっています。背景までピントは来ているようです。雪がちらつく中、テスト撮影をしたので、光量不足のためか解像感はやや低下しています。左が 28mmF16、右が 35mmF16 です。28mm も 35mm もパンフォーカスになっています。よく改造しています。スナップ撮影でパンフォーカスにして撮影するなら、28mm の F8 が使いやすいです。28mm の絞り開放はやや甘い描写なので、必要に応じて絞って使うと良いと思います。35mm は S ラインなので、解像感が高くフォーカスの動きもいいです。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。